ダンスパフォーマンスはちゃんとやった方がいいですね。ダンスはない方が良かったのか。そう、これもね。これはココナちゃんと、ももなちゃんの対話のシーンでありましたよね。結局これはどっちを優先すべきだと思いますかっていうのはコメントでもいただいたんですけども、楽曲によると思うんですよ。ブラックピンクさんたちにとってこれはラップ曲で、基本的にはラップをするだけです。こういうパフォーマンスしながら乗っていくだけですではない曲なので、もともとあるやっぱり本家さんのその構成ですよね。組み立てられている情報に対してダンスを減らすっていう風にしちゃうと、ももなちゃんがおっしゃってたように手抜いてるっていう風に見られちゃうんですよね。ももなちゃんの指摘ってすごくあれ実は大事で、どういう風に、お客さんが見るかっていうところの視点だったんですよね。自分たちがこういうことをしたいじゃなくて、それを見た結果お客さんがどう判断するかっていう側の視点でお話をされていて、でココナちゃんの場合は自分たちがやる側の視点でお話をされていたっていうところで、こういう風に食い違っていくっていうところになってると思います。で結論から言うと、僕も、ももなちゃんのお話はその通りだなっていう風に思ってまして、ダンスパフォーマンスはちゃんとやった方がいいですね。しかも割と本家さんの振り付けの通りに踊っていく内容のものが多かったので、そこの内容をやっぱり引っ張ってくるのであれば、ちゃんと踊りきるべきっていうのは、その楽曲の持つその特性上、そうならざるを得ないですね。なので見てる人たちも「シャットダウン」っていう曲頭に入ってますし、見てもいますし、大好きな人もいるわけじゃないですか。っていう中で、しかもブラックピンクさんたちなので、もう世界的なスターの方の曲を扱うっていう風になった時に、やはりそこに対するちょっとじゃあダンスのパート減らして、ラップでっていうのは、見てる側的には多分あんまり受け入れられるものではないかなっていうのは確かにその通りですね。本家さんめちゃめちゃちゃんとやってるのに、みんなはダンスちゃんとやらないのっていう風になっちゃうと、なんでじゃあそもそもこの「シャットダウン」という曲を選んだのっていう話になってくるんですよね。ただでもココナちゃんのおっしゃってることもわかります。あれは完全にプレイヤー目線であり、どちらかというともうココナちゃんの中でラッパースイッチが入ってたんですよね。でラッパーとしてのパフォーマンスをしていくっていう風になったら、もっともっと、いわゆるその「シャットダウン」っていう楽曲のトラックを用いてっていうもう少し中身のお話になってくるかなと思ってて、歌詞を自分たちで書いていくっていうことは音楽を用いた状態で自分たちの歌を乗せていくっていうことなので、音楽を借りてくるっていう認識なんですよね、ココナちゃん的には。なのでそういう意味では音楽に対してこういうラップをはめていって、でダンスももう少し、内容を変えていこうよっていう部分のお話をされていたと思うんですよ。それはそれで全然一理あるんですけれども、そこに対する最終的な評価ってどこになるかっていうと、見てるお客様が最終的にパフォーマンスを見て良かったかどうかっていう判断をするわけですよね。っていうことは、ここに対する尺度っていうものの一つの軸となるのは、見てる人がそれをどう思うかっていうのが一つの判断軸になってくると思うんですね。結局自分たちは選ばれる側で投票される側なので、そちら側に歩み寄っていく、そちら側の視点を持つっていう、そのステージの向こう側にいる客席のお客様の視点っていうものも取り入れないと、360度で取り入れていかないといけないよねっていう。でココナちゃんの発想とかアイデアっていうのはどちらかっていうとアーティストの方たちの目線だったりとかになると思います。今回のこういうオーディション番組っていうものは結構自分たちは選ばれる側であるっていうアーティストになる前の状態なので、アーティストマインドっていうものをどこまで出して、どこからこう戦略的に見てる人たちに感じてもらいたいのか、あとは審査してくださるトレーナーの方たちに見てもらいたいのかっていうところのやっぱりバランスが大事になってくるよねっていう、そういうところのお話なんだろうなっていうふうに思います。ココナちゃんの視点だったりとかっていうのはでもすごく大事なことで、とってもいいことをおっしゃっていたんですよね。だからその考え方自体を今後放棄していかなきゃいけないっていうわけではなく、むしろああいう考え方っていうものはこれからのココナちゃんのアーティスト人生においてめちゃくちゃやっぱり大事な部分にもなってくると思いますし、すごくアーティストマインド強いなって思ったんですよね。
それぐらいラップに多分かけてるんだなっていうのも見ていて同時に感じたので、でこのマイクパフォーマンスがやっぱり出てきたわけじゃないですかっていうところも含めてですけれども、その熱意、お互いに熱意が高いんですけれども、見ているベクトル角度っていうものが少しこう斜めに入ってきたっていうところでのどっち取るっていう。で今回はまあオーディション番組だからねっていうところと、まあ、先輩の曲を使っているからねっていう、自分たちは練習生であり、まあ、まだデビューしてない、まあ言ってしまえば素人ですよねっていうところと、もうデビューしているトップアーティストの方のこの曲を使っていくっていうことのこの尺度をどういうふうに揃えていくかってなったら、やっぱり上の方に揃えていくっていうのが、まあやはりこう流れとしては順当かなっていうふうには思うところですかね。